キャッチャーマシーンで幼子は取れないよ。まあどうしてもと言うなら23人紹介してあげてもいいよ。俺様の交友範囲は10の位が1以上4以下だからね。リンの好みの年代だって大勢いるさ。何、決して恥じることじゃないさ。あれくらいの年代の子にしかない美だってあるんだし、行き過ぎてさえしまわなければいいんだよ。ミスターロリペドフィン。自分で言った言葉には責任を持ってほしいね。好きに言ってくれとか言ったくせに、ほらほら、その拳を開いて開いて、すぐ逆上するのはリンの悪い癖だよ。おや、悪いねリン、前言撤回だ。しっかり取れたみたいじゃないか。リン、リン。リン、ネリネ、知ってる？へえ、リンって意外に子供受けするタイプなのかもしれないね。リン、やっと見つけた。リン、安心していいよ。俺様たちはずっと友人だ。決してその趣味を否定したりはしないから。リン、見つけた。リン様、おはようございます。どうかされましたか？疲れたような顔をされてますけど。リムちゃん？
そう、魔界と深海とが協力して作り上げた最強の魔力の持ち主、それがこのプリムラさ。気をつけておくれよ。研究の甲斐あって間違いなく最強の魔力は持っているんだけれどね、困ったことにその制御が全くできない。暴発したらこの町どころか都道府県の一つくらい消滅するよ。とにかく無制限で強化したからね。放射能をまき散らさない分、地球に優しいクリーンな兵器だね。おっと、りんちゃん、紅茶のおかわりはいるかい？ごめんなさい。私がやるべきなんですけれど、魔王様がどうしてもって。安心したまえ、りんちゃん。こう見えても私の趣味は家事でね、こういった作業は大得意なのだよ。いやそれどころか大好きなのだよ。どこからどう見ても魔王そのものじゃないか。家では世間体がどうとか言ってね、ママもネリネちゃんも私になかなか家事をやらせてくれないんだよ。その分休日の家事は私が全部やることになっているんだけれどね。とある魔法を研究するのにね、どうしても強大な魔力の持ち主が必要なんだよ。その魔法は実用化されれば3世界のありようを根底から変えられるほどの力を持っている魔法でね。人工生命体は全部で3体作られた。皆違った方法によるものではあったんだけれど、過去の2体はその強大な魔力を制御しきれずに終わってしまった。プリムラはその中で一番年下の3号体さ。あまり他の者と付き合おうとしないんだが、ネリネちゃんだけには多少懐いている。まあ姉妹みたいなものと思ってくれて構わないよ。でも、なぜそのプリムラちゃんが人間界に？まあそれは本人に聞いてみるのが一番だろうね。プリムラ、リンに会いに来た。どんな人なのか会ってみたかった。ずっと話聞いてたから。リムちゃん。お父様、結局リムちゃんはどうするのですか？まあ無理に魔界へ連れて帰ってダダをこねられても面倒だしね。しばらくうちに住まわせて様子を見るというのが一番だろう。もっとも研究そのものが終わったわけじゃない。また施設の方へ戻らなければならなくなるだろうけれど。ここに住む。私はここがいい。
リンがいる。リムちゃん。どうだいリンちゃん、可愛いペットを一人飼ってみないかい？トイレのしつけもしっかりしているし、なんなら抱き枕の代わりでも問題ない。私はリンくんがいいと言うんでしたら構いませんよ。私のことでしたら気にしないでください。やっぱりリムちゃんが行きたがっているところへ連れて行ってあげるのが一番だと思いますし、リムちゃんはリン様のところがいいんですよね。リンと一緒がいい。私はリンくんに従いますから。聞き返すまでもなくもう決まっているんですよね。それがリムちゃんにとって一番でしょうから。ごめんなさい、ちょっと遅くなっちゃいますけど、すぐに晩ご飯の支度しますね。少し待っていてください。芙蓉楓です。よろしくね。リン、楓、使用人。でも似たようなものですね。リンくんのお世話をしているという意味では変わりませんから。プリムラ